こんにちは、ミルです。今日は日本人の忙しい12月、そして今年の私の振り返りと来年についての話をしたいと思います。前にポッドキャストで12月はね、冬至があって、クリスマスがあって、忘年会があって、大掃除があって、大晦日があってお正月とすごく忙しいんですよという話をしました。それから11月の31日と12月1日は全然気分が違うっていう話もしました。本当にね、今年も同じです。なんだかね、気ぜわしくなっています。はい。気ぜわしいっていうのはね、気持ちがせわしいという意味です。せわしいはね、こうバタバタとしていて、もうやることがたくさんあるという意味なんですが、気持ちがね、せわしいんですよ。なんでしょうね、これ。毎年のようにね、12月になるとなんだかね、気持ちがせわしくなります。というのもね、スーパーに行くと、もうね、忙しいんですよ。12月に入るとね、まず冬至のコーナーがあります。冬至は、柚子湯に入ったりね、こう、お風呂に柚子をポーンって入れて、そのお湯に浸かるんですよ。柚子湯って言うんですが、柚子湯に入ったりするのね、まずね、柚子がたくさん置かれています。それから冬至はね、が2つつくものを食べるといいって言われてるんですね。がつくように、が2つついた食べ物を食べるんですね。例えば、人参、人参、が2つですよね。それとかね、金柑。金柑っていうね、柑橘系の果物があるんですが、これを食べるとか、あとはかぼちゃ。かぼちゃはね、南京なので、が2つ。うどんもそうです。うどんはね、うんどんなので、が2つなんですよ。こういう感じでちょっとね、他にもあるんですが、が2つつく食べ物を食べるといいと言われているので、今言ったような食材がね、並ぶんですよ。はい。当時用にね。でね、それだけかと思いきや、クリスマスのものもたくさん並んでいるんですよ。例えば、クリスマスツリーのね、飾りとか、それからクリスマスはね、日本ではケーキとチキンを食べますから、クリスマスケーキ。いろんなところにね、クリスマスケーキのご予約は何日までとかね、クリスマスケーキのご予約受けたまわりますとかいっぱい書いてあるんですね。それから、もうね、今物価がね、どんどん高くなってきて、ケーキもすごい高いんですよ。なのでね、今年は手作りしようみたいな感じで、手作りケーキのコーナーとかもあるんです。あとは、プレゼント用のね、ラッピングがたくさん置いてあるところとか、まあとにかくね、クリスマスのお菓子とか、もうクリスマスがいっぱいなんですね。で、さらにお正月飾りもスーパーに置いてあるんですよ。もうね、目も忙しいですね。お正月飾りといえば、鏡餅とか、しめ縄とか、あとはおせちですよね。おせちのご予約受けたまわりますとか、おせちを作る人のためのね、その食材があったり、あとは、親から子供、おじいちゃんおばあちゃんから孫へとかね、お年玉をあげますね、お金。そのお金を入れる袋、ポチ袋って言うんですが、ポチ袋ね、かわいいいろんな種類のポチ袋がざーっと並んでいたり、とにかくね、忙しいんですよ、目も。これもある、あれもある、これ用意しなきゃってなんかね、スーパー行くたび思ったりして、本当にね、なんか気持ちがせわしい。はい。これをね、毎年、多分ね、私だけじゃないと思うんですが、12月に入るとね、なんか忙しいなって思う人多いと思います。で、今年の振り返りなんですが、もうね、12月も3分の1が過ぎました。早いですね。今年1年皆さんどんな1年でしたか？私はね、すごくね、大きく変化した1年でした。ここ数年はすごく落ち着いていたと言いますか、まあ毎日同じような生活リズムで、大きく変わることってあんまりなかったと思うんですが、今年はね、ポッドキャストでもお話ししましたが、突然引っ越しをすることになってね、すごくね、バタバタしていました。
で、本当にね、大きく生活リズム、生活環境が変わったんですね。ポッドキャストではお話ししなかったんですが、実はね、体も壊していたんですよ。半月ぐらいね、ほとんど動けない日がありました。あのね、電車に乗ったんですよ、いつものように。で、その日は全然空いている時間に乗ったんですね。で、電車に乗って、少ししたらね、急にこう吐き気を催したんですね。ああ、気持ち悪いな、吐きそうってなったんですよ。おかしいなって思って、で、ちょうどね、駅に着くところだったので、あ、もう降りようって降りたんですね。で、電車からすぐ降りて、あ、気持ち悪いってこう袋をね、出したんですよ。吐いてもいいように。でも、出なかったんですね。あ、気持ち悪いって思っただけで終わって、と思ったらね、急にね、目の前がぐにゃんってこう曲がって、めまいなのかね、本当にね、ぐらーっと目の前がこう、ぐにゃぐにゃってなったんですね。で、あ、倒れるって思ってすぐ柱に捕まって、なんとか倒れないでいたんですが、だんだんこう意識がね、なくなっていくような感覚があったんですよ。でもね、なんとか意識は保って、柱にね、もたれかかっていたんですね。で、あ、これおかしいなって思いながら、しばらくそこで休んでいたんですね。で、だんだん落ち着いてきて、で、本当はね、行きたいところがあったんですけれども、もう途中で降りてしまったんですね。で、もうとりあえず今日は帰ろうと。まだね、5駅ぐらいしか乗ってなかったんですね。なので、5駅頑張れば、家のね、最寄りの駅に帰れるので、5駅頑張ろうって思って、こう、だんだんこう気持ち悪いのとか、フラフラが落ち着いてきた時にね、電車乗ったんですよ。で、その時に電車ね、快速だと駅飛ばして結構一駅が長くなるじゃないですか、次の駅まで。なので、各駅停車がね、来た時に乗って、すぐね、いつでも降りられるようにね、各駅停車に乗って、で、なんとかね、5駅戻って、自分のね、家の最寄りの駅まで着いたんですね。で、そしたらね、もう家族に電話すればね、来てくれるだろうと思って、家族にね、なんとか電話したんですよ。で、車に乗って家に帰って、そこからね、どうしたんだろう、多分ね、家でそのままゴロンと寝たんですが、その日から、もうほとんどもうね、2週間ぐらい寝込んでました。なんかね、すごい変だったんですよ。初めてのことだったんですが、力が入んないというか、感覚がなくなっていくんですよ。怖いですよね。すごく怖かったです。足の先の方からね、だんだん感覚がなくなっていく感じがしたんですよ。で、実際ね、なかなか歩けなくて、そう。で、手もね、グーパーできないんですよ。怖いですよね。すごく怖くて、ボロボロ泣いてたんですが、でもね、全部こうなくなっちゃうんじゃなくて、しばらく感覚がなくなって、ゆっくり動かしていくと動くんですよ。なんで完全に感覚がなくなっちゃうっていうことはなかったんですが、もうね、すごい怖かったんです。もう、あ、これ、このままね、体全部ね、麻痺しちゃうんじゃないかと思うぐらい。はい。で、その次の日ね、すぐ病院に連れて行ってもらったんですね。で、病院の受付でこの症状話をしてもらったらね、あ、もうすぐ検査しましょうっていう感じですぐこう見てくれて、血液検査とかね、脳の異常がないかとか、すごい詳しく調べたんですね。そしたらね、異常ないんですよ。どこも異常がない。むしろすごく健康みたいな話になって、で、なんだろうって、耳も見たんですよ。めまいがしたんで、こう、三半規管、耳に異常があるんじゃないかということで、耳鼻科でね、いろんな検査もしたんですが、そこも異常がない。血液も異常がない。脳も異常がない。原因がわからない方が怖いんですよね。原因がわかればね、なんか、あ、そうかって。まあすごいね、怖い病気だったとしても、やっぱり原因がわかれば対処しやすいってあるじゃないですか。でも原因がわからないから何もできないんですよ。むやみにね、薬出すこともできないし、
どうしようってなったんですね。で、とりあえずね、もしめまいが起きた時のための、めまいのお薬は出してもらったんですが、結局ね、めまいの薬は1回、2回かな、飲んで、でもね、副作用がすごく強くて、すぐやめちゃったんですね。で、結局めまいもなくなったんで、そのまま飲んでないんですが、とにかくね、原因がわからない。で、その日は原因がわからなくて、家に帰って、次の時もう一回なんかで行ったんですね。で、もう一回違う科で見てもらったんですね。なんだったかな、脳神経外科かな。そう。脳神経外科に行ったんですね。それでも異常がない。で、先生が言うには、自律神経が乱れたんじゃないかと。生活の大きな変化でね、自律神経が乱れてしまって、で、自律神経が乱れると、めまいが起きたり、吐き気がしたりね、吐いちゃったりすることがあるんだけど、って言って、もしかしたらそれかもしれない。ということで、様子を見ましょうってなったんですね。なんかね、病院に行ったら、なんでしょう、なんか先生に見てもらえたっていう安心感からか、結構ね、鉛筆も持てましたし、字も書けましたし、症状が改善されたんですね。で、声を出すのもね、結構大きな声で話せるようになって、最初はね、もう声出すのもすごく辛かったんですよ。で、それがね、なんか見てもらったら、その安心感からか、で、血液検査もね、全然問題なかったので、なんかね、すごく元気になったんですね。なんでちょっと様子見ましょうっていうことで家に帰ったんです。で、それからね、結局悪化することはなくて、だんだん良くなっていったんですね。ただうまく歩けないっていうのと、2週間ぐらいほとんど寝ていたので、歩けないんですよ。今度筋肉がなくなっちゃったのか、歩けないのもヨロヨロしちゃって。で、そのリハビリみたいな感じで少しずつ歩く距離を伸ばしたり、階段上り下りをしてみたり、で、だいぶ慣れてきたのでね、自転車を乗るとかやって、そう、結局1ヶ月ぐらいは、大変だったんですが、そういうことがあったんですよ。私ね、体力がないんですよ。あまりない。はい。ちょっとね、無理をしすぎるとすぐね、パタッと倒れるんですね。体が教えてくれると言いますか、もうこれ以上やらないで、みたいな感じで、体がね、教えてくれるんですね。すぐ倒れてしまう。今回も多分生活リズムの変化とか、環境の変化でね、多分もういっぱいいっぱいだったんでしょうね。そこでね、パタッと、もう休んでって多分体が教えてくれたんだと思うんですが、はい。なるべくね、それから、無理しすぎず、あ、ちょっとこれやりすぎてるなと思ったらすぐ休むようにしています。はい。12月もね、もう3分の1が過ぎて、今年残りね、あと20日間ぐらいなんですが、無事に今年を終えることができたらいいなと思っています。で、来年なんですが、来年ね、新しいこと始めちゃうんですよ。始めちゃうって自分で決めたのにね、おかしい言い方なんですが、またね、生活リズムが変わるんですね。なので気をつけたいなと思っているんですが、ありがたいことにね、いただくお仕事がちょっと増えたので、日本語のレッスンの時間がね、大幅に増えるというのと、あとはね、そう、さっき言ったんですが、新しいことをするんですよ。自分のね、これからの人生を考えた時にね、これやっておきたいなっていうのが一つあったんですよ。で、それをやるのに、年明けが一番いい時期だったんですね。家族の状況とかいろいろ考えると、あ、この時にやっちゃった方がいいなっていうのがね、ちょうど年明けで、なのでお仕事が増えるというのと同じタイミングになってしまうので、大丈夫かなーってちょっと心配ではあるんですが、自分の体と相談しながらね、無理しすぎずやっていきたいなと思います。ということで今日は、12月はね、なんだか気ぜわしいというお話と、私の今年の1年と来年のお話をしました。じゃあ、バイバイ。